iPhone スリランカコネクトです。スリランカコネクタは毎週スリランカと日本に関する動画を発信しております。本日はどんな動画なんですか？そうですね、もう4月だから、スリランカのお正月について紹介したいと思いますね。そうですね、日本だとお正月は1月1日ですが、スリランカのお正月は4月らしいので、詳しいことも含めてこれからご説明していただきます。はい、まずスリランカのお正月はいつですかっていうところからちょっと始めたいと思いますので、先ほどひましさん言った通り、4月なんですけど、年によって4月13日か14日になりますけど、今年なら14日になりますね。それはなんでかということは多分ちょっと分かりにくいと思いますので、ちょっとお正月は何ですかっていうところも説明したら分かると思いますので、ちょっとひましさん説明お願いできますか？はい。では、スリランカは、占星術という、占いのようなものがございまして、これによって、魚座から牡牛座への太陽の移行をお正月の始まりとされております。このタイミングでは、とても縁起がいい時間と言われていて、この時間を、スリランカ昔のシンハラカレンダーを、参考にするので、グレゴリオ暦と少し異なる年もあります。その結果、スリランカのお正月は4月13日あるいは14日になります。そうですね、スリランカのお正月は、祝いする人の中でシンハラ人と、ヒンドゥー人がいますね。それはメインなんだけど、国中のみんな一応祝いしてますね。お正月に従っていろんな儀式とか伝統がありますので、これからどんどん紹介していきたいと思います。はい、スリランカのお正月の伝統は、9年の最後の日から始まります。まず9年の最後の日はお風呂に入って、その夜お月様を観察します。昔のスリランカのカレンダーによって太陽が魚座から牡牛座へ移行するために12時間ぐらいかかりますので、年末と年始は数時間離れて発生します。この移行期間は野長手と呼ばれています。この移行期間の中で仕事をしたり料理を作ったりせず、宗教活動だけを行います。そうですね、これから占星術によって縁起が良い時間に、新年が始まりますね。新年をお祝いするために、土鍋にミルクを入れて、それを溢れるまでに、沸騰させますね。これは繁栄を象徴することと言われていまして、それからミルクライスという、料理を作りますね。これからまた縁起のいい時間に、少し自分のお仕事をしますね。例えば学生の場合は、勉強とかそういう仕事をします。で、その後金馬の葉の、束で、長老に挨拶しますね。これはスリランカの文化的にも大切なことなんで、長老たちも、若い人たちへ、祝福を与えます。で、そしてみんなで、お金を交換したりも兼ねますね。先ほど説明した通り、お正月のためにミルクライスを作りますが、他にもいろいろなお菓子を作ります。これらは事前に、作り置きをしておきまして、例えば、キャウン、コキース、アースミ、と、アルワなどです。お正月の時、それを家族のみんなと食べますし、ご近所の人や、親戚の人と交換します。また頭にオイルを塗るのもこの時期に行われる儀式です。この、油注ぎは、自分の家や寺院などでも行われます。そうですね、地域によってもっといろいろ詳しい儀式があると思いますけど、今まで説明したのはメインの儀式だと思いますね。共通で行われている儀式です。その後1、2週間以内で、新年祭りが行いますね。そのために近所の人たちが集まって楽しい時間
を過ごしますね。日本でもスリランカ新年祭りがあったらしくて、それもとても面白いことだと思いますね。ちなみに、山下さん、参加したことはありますか？スリランカの新年祭り。はい、私は、あります。スリランカの、お祭りも2種類ありまして、代々木公園で主に行われるスリランカフェスティバルと、あと結構スリランカ人が多くいらっしゃるスリランカの新年を4月に行うお祭りもあります。でそのお祭り、4月に行うお祭りでは主にいろんなスリランカの、料理の屋台が出たり、お正月のゲーム綱引きだったりパンクリ競争みたいな運動会もあります。景品もとても豪華で、例えばミス・アウルド・クマーリと呼ばれるコンテストでは、1位はスリランカへの往復航空券でした。スリランカのテレビ局も取材に来ていて、現地でも放送されます。なるほど。ちなみにひまりさんが何位でしたっけ？ 2位ですすごいですね。なるほど。いいです。4月13日や14日はもちろん先生術によっては、大切なタイミングなんですけど、農家の人たちにとっては、この時期は稲の収穫期にもなりますね。なので、国中、収穫も行われています。はい、スリランカのお正月事情はいかがでしたでしょうか？今年のスリランカフェスティバルは多分コロナの影響で、開催は分かりませんが、もし開催されたら、感染対策もしつつ、ぜひ、遊びに行ってみてください。本日の動画は以上になります。これからもスリランカの、情報を発信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いします。それじゃあ。すみません。Hi, මගේ නම අශාන්. අපේ වීඩියෝ එක බලුවාට ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් ස්තුතියි. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like button click කරලා ඔයගොල්ලන්ගේ comments උත් අපිට ලබා දෙන්න. ඒ වගේම අපේ channel එක interesting කියලා හිතනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපේ අලුත් videos upload කරාම notify වෙන්න bell icon එක click කරන්න. අපි ඉස්සරහ videos වලදී ලංකාව විස්තර ඔයගොල්ලන්ට දිගටම ගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. ආයුබෝවන්.